今回は、インビンシブル呪文についてまとめてみました。当時から現在にわたって、重量級呪文といえばこの呪文と、思い浮かべる方も少なくないのではないでしょうか。ちなみにこのカードは今回は触れません。6段で登場した5枚の呪文のみまとめていきます。それじゃあ、早速参りましょう。インビンシブル呪文。2003年6月に発売された DM 第6弾より登場したカード。よく間違えられますがインビジブルではありません。この弾ではタップ能力が初登場したほか、マットネス、デッキ破壊、シールド焼却などの新システムが登場した弾でもあり、多くのギミックを収録した総合的なパックですね。その中でも特に注目を集めていたのが、13マナという膨大なマナコストを必要とする超大型呪文、インビンシブル呪文でした。当時の環境では豪快な効果を持ち、そのロマンに魅了されたプレイヤーは少なくありませんでした。しかし、呪文踏み倒しやイカれたマナブーストもない当時の環境では、なかなか活躍することはできませんでした。しかし環境が進むにつれて、ラッキーダーツやボルフェウスヘブンなどの踏み倒し効果を持つカードの登場や、セブンスタワーやインプザワイルドなどの大量マナブーストの登場により、唱えること自体は現実的なものとなりました。ちなみにカードイラストは各文明の本拠地が描かれており、往来編でディスペクターの素材にされました。あと、デュエマ初のベリーレア以上のレアリティを持つ呪文でしたね。インビンシブルフォートレス、13マナの火の呪文。相手のシールドを3枚まで選び持ち主の墓地へ置く、豪快なシールド焼却能力を持ちます。唱えれば相手はシールドを一気に3枚失い、当然、シールドトリガーやガードストライクなどは発動することができません。どのインビンシブル呪文にも言えることですが、環境が進むにつれて手打ちで使用するほど強力ではなく、踏み倒しで唱えることが前提なわけですが、例えばフォートレスならボルフェウスヘブンが筆頭候補として挙げられます。しかし後にティラノリンクノバやギラングレイルなどの、ライバル呪文が多く登場したため、踏み倒しで唱えたい大型呪文としての枠を取られてしまうことに、また、シールド以外に干渉する能力を持たないため、劣勢な戦況をひっくり返す逆転のカードにはなりづらいですね。どちらかといえば攻撃する際の爪のカードとしての性能ですが、3枚のみの焼却だけでは、相手の防御カードを封殺できないため爪の一手としても少し心もとないですね。しかし、フォートレスで相手の盾を3枚焼却する瞬間は、相当気持ちがいいものなので、ガチ環境では微妙かもしれませんが、遊ぶカードとしては十分面白い性能を持つカードでしょう。ちなみにイラストに書かれているのは非文明の要塞である、火山要塞バルであり、フレーバーテキストの山中とは、非文明のエネルギー源である灼熱ブル山脈のことを指します。インビンシブルパワー、13マナの自然の呪文。このターンが終わるまで自分のクリーチャーすべては、パワープラス8000とトリプルブレイカーを得ます。序盤でマナブーストのために召喚した軽量のクリーチャーたちが、全員恐ろしいパワーを得て襲いかかる。その奇襲性と破壊力によってワンショットキルが可能ですが、13マナという膨大なマナが必要であり、それだけマナがあれば他の楽な手段がいくらでもありそう。というのがパワーの残念なところでしょう。要は中途半端な性能ということですね。環境が進むにつれて代用カードが多く登場。このカードはインビンシブル呪文の中で最も使われないカードとなったわけですが、漫画での活躍が印象的だったため、バケツマンのファンデッキにはぜひとも採用したい一枚ですね。ちなみにイラストに書かれているのは、自然文明の本拠地であり、何かあれば必ず焼かれる不憫すぎる土地、フィオナの森となります。インビンシブルテクノロジー、13マナの水の呪文。デッキを見て、好きな枚数のカードを相手に見せて手札に加えます。つまりデッキの中から好きなカードを好きな枚数サーチできるということですね。性能自体は非常に強力ですが、手打ちの場合は13マナ貯まる頃、つまりすでにデュエル終盤のため、デッキの残りも少なくなっているから非常に噛み合っていないのです。また、先のインビンシブルと異なり、大きなアドこそ得られるものの、直接勝ちに繋がらない点も痛いです。しかし、踏み倒しとなれば話は別。ラッキーダーツや星竜マーシャルなどで活躍。インビンシブル呪文で最も環境で見るカードだったのですが、そのどちらも殿堂入りや最低変更によって弱体化したため、それに伴ってテクノロジーの使用率も減少しています。イラストに書かれているのが水文明の本拠地、アカシック3、サイバーロードの入ったシリンダータワーの集合体で、お互いが補完し合っているため、
完全に破壊されない限りは機能低下すら起こしません。インビンシブルオーラ、13マナの光の呪文。デッキ上から3枚まで自分のシールドに加えます。シールドを一気に3枚追加するという豪快な能力を持ちますが、勝利に直結するわけではないため、パワーと並んで最も使用率が低い呪文、13マナで唱える頃には、オーラで盾3枚増やしたところで、どうにもならない状況しか考えられず、アレフティナと組み合わせるにしても、他に効率のいいカードがたくさんあるため、なかなか使い道が見つかりません。しかし、パーフェクトアースやライオネルが登場したため、それらのシールドトリガー付与に合わせて、採用されることがあるかもしれませんね。多分ないけど、ここまで散々な言われようですが、オーラはある意味被害者で、それはジュエマ初期に見られた、シールド追加の過度な重視が現れたカードと言えるでしょう。ジュエマ初期は公式的にシールド追加が強い効果だという立ち位置でしたから、3枚追加で他のはインビンシブルと並ぶとされたのでしょう。仕方ありませんね。ちなみにイラストに描かれているのは、光文明の本拠地であるシルバーグローリー。フレーバーテキストにある苛烈な火の攻撃とは、効果も対となっているフォートレスのことでしょう。インビンシブルアビス、13マナの闇の呪文。相手は自身のクリーチャーをすべて墓地へ置く。相手のクリーチャーをすべて破壊する豪快な効果を持つカード。対象を取らず全滅させる効果は、あらゆる除去の中でも最高の威力であり、ペトローバなどの選ばれない効果も問答無用で除去することが可能。ただし、この豪快な能力に対して、やはり13マナというコストが重すぎるのです。また、大体のデッキに対しては、数体の除去で事足りることが多く、その莫大なコストに見合った成果を出すことは非常に難しいのです。盤面リセットとして考えても、6マナのアポカリプスデイや、フィニッシャーにもなれるバロム系などがいるため、汎用性や利便性で大きく劣ってしまうのです。ただし、自身のクリーチャーを巻き込まない点や、破壊の対象外がいない強力なリセットカードとして、インビンシブル呪文ではトップクラスの高性能。それもあって過去のデッキではピン差しで使われることもありました。ちなみにイラストに描かれているのは、闇文明の本拠地であるマレー宮。ここはダークロード直属の精鋭たちが守っているのです。しかし、不死鳥編ではユニバースに力を取り込まれ、廃墟と化してしまいました。その後、進化編にて、闇文明の居城、死神城ゼノムの最下層として復活。地上と地底を結ぶ役割を果たしています。以上、インビンシブル呪文でした。いかがでしょうか？懐かしいカードに色々思い出した人も多いのではないでしょうか？ちなみに僕はフォートレスが一番好きですね。皆さんの好きなインビンシブルもコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価で応援よろしくお願いします。